は、私は社会人になってから、海外に来たんですけど、社会人になってから海外に挑戦することが大変だったのか、で日本で生きていくことと海外で働くことどっちが、幸せになれるのか、というか、その比較というか、どういう風に感じるのかっていうのをお話ししたいなって思います。私はでもすごい私の中で大きかったのは残業がないことですね。やっぱ日本ではその商社で働いてたので、夜の10時とかに帰ることとかもあったんですよ。私は一般職で働いてたんですけど、なのでこう仕事が終わんなくてとか、海外のクライアントでその時差だったりもあったりしたので、その関係でこうメールが来るタイミングが私が帰る頃の5時とか6時に来たら、そこでなんか問題というか何か発生したら今日のうちに終わらせたいとかっていう気持ちもあって、そうやってましたし、やっぱりその会社全体だったりそうっていうのによっても変わると思うんですけど、これは一個人のお話になるんですけど、いろんな会社だったり、やっぱカナダでも日本でもやっぱいろんな会社があると思うので一例にはなるんですけど、やっぱり日本でその6時ぴったしとかに定時ぴったしで帰るっていう雰囲気はやっぱりあんまりなくって、なんか友達の話とか聞いて、例えば銀行とかだったら、銀行の受付とかだったら、そのきっかり3時とかに銀行が閉まって、そこから閉めの作業をやるっていうので、それで結構早い時間に帰れるっていうのは聞いたことあるんですけど、私の会社、やっぱ商社関係のお話を聞いてると結構残業は多いなって感じですし、もちろんその営業職の人はやっぱりこう一般職の人よりもやっぱ長く働いてるイメージがあったので、そこの残業っていう部分はすごいでかいかなと思います。やっぱりその帰っちゃいけないわけじゃないですけど、やっぱみんなが仕事をしてる中、なんか自分だけその定時ぴったしに帰るっていうのもどうなのかなっていうので、多分平均なんだかんだちょっとダラダラして7時8時とかに帰る人がで、予定があったらその定時に帰ったり定時ちょっと過ぎたりっていうので帰ってる方もいたんですけど、そこの面ですごいプライベートに時間を割けるようになったので、私的にはその幸福感がすごい高く今はお仕事できてます。今のお仕事で残業をしたことっていうのはなくて、なんかカナダってやっぱ残業したらその分高い給料を払わないといけないので、やっぱそういう面もあって、もう定時に終わらせて帰ろうっていう雰囲気がすごいあるなって思いました。だからその分の量しか振られないですし、なんか日本でやってた時は多分その定時で終わらないぐらいの量もあると思うんですよね。実際問題、その雰囲気とかだけじゃなくて量が終わらないっていうのもあったので、やっぱその引き継ぎのタイミングだったりとか、私は部署の移動っていうのも経験したんですけど、そういう時にはやっぱりなんか、やっぱ普通のなんていうんですかね、定時の時間にいつもの業務を終えて、で残業のその定時過ぎた後にそのクライアントとかも連絡が減ってきて、社内とのやり取りとかも減ってきた時に引き継ぎを行うみたいなこともあったので、なんかその残業してもいいよねっていう雰囲気があったのはありますかね。なのでなんかどっちが幸せかっていうのは、もちろんね、その比較する会社にもよるし、その人にもよると思うんですけど、私的にはすごい海外で働いてみたかったんですけど、働いてみてその残業の違いみたいのは感じました。やっぱりプライベートを重きに置くっていうのは聞いてたので、やっぱ海外で働いてそれはすごくいいなって思いました。だから夏とかは結構もう定時に上がって、でなんかもうなんていうんですか、ピクニックみたいな、外でこう9時ぐらいまで夏ってバンクーバー明るいので、その後も全然楽しめる感じでしたね。なんか公園行って、なんかそこで食べてみたいな、まだ天気も明るいですし、なんかそういう風になんか一日が仕事で終わるみたいなことじゃなくって、なんかそういう風に一日仕事5時とか6時までして、その後、やっぱプライベートの時間使えるっていうのはすごいいいなと思って、なんか私の今ルーティンとしては結構仕事行ってその後にジムに行くっていうようにしてるんですけど、なんか一日の中で仕事だけでなんか終わらすみたいなことはないようにしてますし、なんかすごいそれは幸福度が高いなっていうふうに思います。実際にカナダでもその残業してるっていうのも聞いたことあるんですよ。 IT 系の方だったりとかってやっぱ10時とかまでお仕事されてるって言ってましたし、やっぱ業種によるっていうのはあるなって思うんですけど、やっぱ雰囲気としてはやっぱだらだら仕事をするというよりかは、もう定時までの量を振られてそのうちに終わらせようみたいな雰囲気だったり、やっぱ定時に
上がって当たり前みたいな部分がこうすごい大きいのかなっていうふうに思いましたね。なんかやっぱりなんか生きるために仕事するのか仕事するために生きるのかみたいな話聞いたことあるんですけど、私はなんか仕事するために生きるっていうよりかは生きるために仕事をするみたいな、そのなんか人生のうちに仕事って一部だと思ってるので、なんかそのなんていうんですかね、なんか全てを仕事に費やすみたいな、なんか働き方っていうのを人生の中で考えた時にどうなのかなっていうふうに思ったこともあったので、その部分に関してはすごいこう理想通りですし、なんか本当にこう海外に来て働くことができてよかったなっていう大きなポイントの一つです。で、なんか海外で働くチャンスをつかむためになんか日本でやっといた方がいいことみたいなのをお答えしようかなと思うんですけど、なんかそれはなんかスキルって言ったらなんか簡単に聞こえますし、なんかよく聞く言葉だなって思うんですけど、やっぱり英語だけ話しててもなんか英語が話して当たり前っていうので、やっぱネイティブの方もいるので、なのでその英語プラス何かっていうスキルをやっぱ日本で身につけとくのがいいのかなって思いました。なんか英語はやっぱ話して当たり前というか、やっぱやり取りとか全部英語になると思うので、なんかその英語でビジネスをするっていうことはやっぱ海外でお仕事する上で欠かせないっていうのもあるんですけど、プラスやっぱスキルっていうのがあればいいのかなと思います。やっぱカナダでもその何年以上っていうので、その年数縛ってこう経験を求めてくるというか、その応募条件に入ってることもやっぱ結構耳に聞いたりもしますし、自分で実際に目で見てそういう風なこう応募条件というかっていうのもあるなって思ったので、やっぱそのある業種について、2年3年なりっていうのを働くのがいいんじゃないかなって思ってます。やっぱりその、業種はそれぞれあると思うんですけど、でもカナダは今その医療関係とかって医療関係だったりそのエンジニアだったりっていう人手不足っていうのは聞いたりするので、なんかそういう風なスキルでもいいと思うんですけど、って言えばいいんですかね。とりあえずその英語プラス何か自分で自信を持って言える、スキルっていうのを、身につけるのがいいんじゃないかなって思ってます。やっぱそれってなんか海外に来てから、学ぶってなったらそれをまたさらに英語で学ばなきゃいけないみたいなことになるので、なんかそれはその自分の国、その日本でやっぱ学んでおくってすごくメリットがでかいのかなって思ってます。なんかもうあるその業種を日本語で学んどけば、あとはその使う時によって、その用語を専門用語を英語で知っとく必要っていうのもあるんですけど、なんかそういうことをこう日本でやっておけば実際に海外でお仕事を探すときにすごく役立つなっていうふうに思います。それはなんか私も実際に経験したことですし、やっぱ3年以上同じ業種で働いてるってなると、やっぱその業種内でカナダでお仕事を探すってなった時も探しやすいなって思ったので、そのスキルってざっくりですけど、それはおすすめだなっていうふうに実体験を通して思います。なんか最近体調を崩していて、なんかこういう語る系の動画を撮れてなかったんですけど、久しぶりに撮ってみました。で、今私はそのカナダの永住権を取る方向で、動いているので、英語の勉強だったり、もちろんそのカナダが必要としている人材、そのスキルだったりもそうですし、英語力もそうですし、そのカナダで働いた、その何年間働いただったりとか、結構やらなくてはいけないことが、山積みなんですけど、なんかこういうふうにYouTube は続けていきたいなって思うので、なんか私の経験をお話しできたりっていうふうにして、前にもいくつか動画撮ってるんですけど、なんか私の動画はその自分の経験したことをシェアするようにしたいなって思ってるので、なんかどこにでもある、情報だったりっていうよりかは、もう実際に自分が経験したことをベースにこういう風に感じたっていうのを、一個人として、思ったことっていうのを、そのリアルな
情報っていうのを発信できたらなっていうふうに思うので、ぜひチャンネル登録、いいね、コメントお待ちしております。なので定期的にその YouTube の方は、更新していきたいなっていうふうに思っています。やっぱその優先順位をこうつけながらやるって大変ですし、なんか葛藤だったり、その何を優先してやればいいんだろうかっていうこともあったりして、今そのやらなきゃいけないことは圧倒的にその英語力っていうのをネイティブのレベルに持っていかなきゃいけないので、それはね、その一日で何かどうにかできる問題ではないので、やっぱその定期的にその英語の勉強に使う時間っていうのを設けるようにしてて、でそれプラスいつもそのフルタイムで今お仕事してるので、お仕事もして、でちょっとこうリラックスしたりやったりで、なおかつ YouTube となると結構こう負担も多くて、なんかたまにもう更新どうしようかなって思うことがあるんですけど、ひとまずその今週に1回2回更新してるんですけど、その頻度でね更新していきたいと思うので、ぜひ、誰かの役に立つようなチャンネルであればいいなって思います。はい。では今日は、この辺でまた次の動画でお会いしましょう。